今日はホットケーキミックスで簡単に作れる紅茶の生クリームシフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はホットケーキミックスで簡単に作れる紅茶の生クリームシフォンケーキを作りたいと思います。ということで今回は紅茶のシフォンケーキの中に生クリームを絞って作っていくんですけれども、いつもね私が蒸しパンで使っているような小さいカップサイズで作っていきたいと思います。ホットケーキミックスを使うのでとても簡単に作ることができます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずシフォンケーキの生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。卵、ホットケーキミックス、牛乳、お砂糖、サラダ油、紅茶のティーバッグです。こちらの材料で作っていきます。で、こちらのお砂糖はですね、卵黄に入れるものと卵白に入れるもの2つに分けておきます。はい。で、今回使う紅茶のティーバッグがこちらです。アールグレーのものを使用します。お好みの紅茶を使っていただいて OK です。そしてですね、今回はシフォンケーキの中に紅茶の生クリームを絞ります。材料はこちらです。生クリーム、お砂糖、紅茶のティーバッグ、こちらの材料で作っていきます。そして今回はこちらの私がいつもね蒸しパンで使っている100円ショップのキャンドゥさんで購入した紙カップですね。こちらシリコン樹脂加工されている紙カップになります。これはですね、紙カップでビヨーンと生地を入れたら伸びてしまいますので、こういったねマフィン型があればマフィン型にねこうやってはめ込んで使ってください。もしねマフィン型がない場合はこちらじゃん、これもですね100円ショップに売ってます。8号サイズのシリコンカップです。同じぐらいの大きさのカップにこのようにねはめ込んでおきます。はい。でこちらシリコンカップ使っていただいても、こういったねマフィン型を使っていただいてもどちらでも OK です。あとはですね、ココットなんか硬い容器を使っていただいたり、耐熱のプリンカップに入れていただいても OK です。そしてね、さらにこういったね自立性のある紙カップ、こちらも100円ショップに売ってます。こういった容器を使っていただいても OK です。共通して言えるのが必ずね耐熱性の容器を使用するようにしてください。結構ね100円ショップのグッズで揃えられるので、ぜひチェックしてみてください。はい。で今回はねこの8号サイズのカップで8個分になるので8個ね用意しておきます。このセットはですね、生地を作る前に必ず準備しておいてください。はい、それでは早速作っていきます。まずボウルを2つ用意してください。こちらの卵を白身と黄身に分けます。で今回使用している卵は L サイズです。でこちらに卵黄ですね。はい、このように分けます。白身と黄身両方別々に生地を作って最後に合わせていきます。で最初に卵黄の生地を作りますので、それまで卵白は冷蔵庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちが良くなります。卵黄の生地の方には紅茶の茶葉を入れていきます。なので一番初めにこの牛乳を耐熱の器に入れて、こちら紅茶のティーバッグですね。今回は茶葉も入れていきますので、袋の上を切ってこの茶葉を牛乳の中に入れます。そして軽く混ぜてください。はい。でこのようにしっかりね牛乳に茶葉を漬け込んで、このまま電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒経ちました。そしたらもう一度ねよく混ぜましょう。このまま粗熱を取ります。こちらはですね卵黄の生地を作る前に行ってください。続いてこちらの卵黄にお砂糖を入れて混ぜていきます。このお砂糖を入れた後にすぐ混ぜないと砂糖が卵黄の水分を吸収してつぶつぶができてしまいます。なのでお砂糖を入れたら素早く混ぜるようにしてください。では入れます。入れたらすぐ混ぜましょう。で白っぽくもったりするまで混ぜます。で今回ね私は泡立て器でこうやって混ぜてるんですけど、もちろんねハンドミキサーでねやっていただいても OK です。今ねだいたい1分半ぐらい混ぜました。そうするとねお砂糖のシャリッという感じもなくなって、先ほどよりもちょっとクリーム色っぽくなったの分かりますかね。ち
ちょっと白っぽくなってもったりとした生地になります。このぐらいになれば OK です。そしたらですね、こちらにサラダ油を入れます。一度に入れてしまって OK です。そしてよく混ぜましょう。あらかじめね、卵黄をしっかり砂糖と混ぜておくことで油も分離せずに綺麗に混ざります。それでは続いてホットケーキミックスをふるって加えます。でこれを泡立て器でよく混ぜましょう。はい、このようにね、もったりとした生地になります。そうしましたら紅茶の茶葉を入れた牛乳を入れます。はい、茶葉ごと入れます。でもしね、茶葉が大きい紅茶の場合とかはある程度ね、ちょっとすりつぶして入れていただくと口に残らず美味しく召し上がっていただけると思います。でこれを混ぜます。はい、こんな感じでね、綺麗に混ざったら卵黄の生地はこれで OK です。それでは卵白を泡立てていきます。でこのタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。まず何も入れない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。先ほど使っていた手動のホイッパーで作っていただいても OK です。その場合はハンドミキサーの泡立て具合を目安に泡立ててみてください。それではね、ハンドミキサーでやっていきます。まず高速で30秒泡立てます。はい、今30秒泡立てました。そうするとこのようにちょっと荒っぽい泡が立ちます。はい、でそしたらここにお砂糖を入れます。全部一度に入れてしまって OK です。それではまたハンドミキサーの高速で1分泡立てます。はい、今1分泡立てました。そうするとね、このようにピンと角が立ちます。最後低速で泡立ててきめの細かい泡にしていきます。はい、このようにピンと角が立ってきめ細やかなメレンゲになれば OK です。それではこの2つの生地を合わせていきます。ではまず卵黄の生地の方にメレンゲを3分の1ぐらい入れます。そして1回目は泡立て器でよく混ぜます。2つの生地をなじませるイメージですね。なのでこのようによく混ぜちゃって OK です。でだんだん両方の生地の硬さを揃えることで最後ね、生地が混ざりやすくなります。はい、今ね、とろーっというこのぐらいの硬さです。そしたらまた3分の1加えます。そして混ぜます。で2回目はこうやってまずね、メレンゲを潰して、その後ふわっとね、ボウルと泡立て器を回しながら混ぜていきます。ふわっとね、混ぜるイメージです。でこの時ね、メレンゲの塊ができないように、塊があったらそこめがけてこうやって泡立て器を入れてくるっと混ぜていきます。それでは最後は混ぜ漏れを防ぐためにメレンゲの方に卵黄の生地を入れます。3回目はね、最後ゴムベラで仕上げていきます。下からこうすくい上げるようにふわっとね、混ぜていきます。でメレンゲの塊はゴムベラでこう縦に切るように混ぜていきましょう。はい、これで OK です。このようにメレンゲの塊がなくなってしっかり混ざれば OK です。生地の硬さはこのぐらい、タラタラタラーと流れ落ちて、流れ落ちた部分の筋がすぐ消えるぐらいですね。生地の硬さはこのぐらいになります。はい、それでは型に流し込んでいきます。で流し込む時はこういったね、注ぎ口がついてるものに入れ替えていただくといいかなと思います。ない時はね、ちょっと入れづらいのでスプーンとかで入れていただくといいかなと思います。はい、それではね、セットしておいたこちらの型の8分目ぐらいまでですね、生地を流し込みます。はい、このようにね、型の8分目から9分目ぐらいを目安に生地を入れてください。それではこちらをよいしょ、このように天板にセットして
170度に予熱したオーブンで15分から20分ぐらいね、様子を見ながら焼いていきます。こちらはですね、オーブンの種類によって適正な焼き時間が変わってくる場合がありますので、15分から20分を目安に様子を見ながら焼いてみてください。はい、焼き上がりました。こんな感じでね、ふわっと仕上がってます。で、焼き上がったら一度ね、高いところから 2,3 回落とします。で、こちらも同じように 2,3 回落とします。熱い蒸気をこれで飛ばすことによってしぼみをね、少し防ぐことができます。あとはですね、こちら焼いたものは一度竹串でシュッと刺していただいて、でこの時に生の生地がついてこなければ OK です。はい、それではこちらをですね、ケーキクーラーなどの上に置いて、でこのまま粗熱を取って冷ましましょう。で、上が乾燥しないようにキッチンペーパーなどをね、ふわっとかけていただくといいかなと思います。それではこのまま粗熱を取ります。はい、それでは紅茶の生クリームを今から作っていきます。まずですね、使用する生クリームから 30ml 分けてください。だいたい大さじ2杯から3杯ぐらいですね。ここに口を切ったね、こちらの紅茶の茶葉を直接入れます。そして軽く混ぜます。そうしましたら、このまま一度ラップをして冷蔵庫で30分置いておきます。温めるとよりね、紅茶の香りがつくんですけれども、生クリームはね、温めるとちょっと泡立ちにくいのと、泡立てた後にだれやすいので、冷たい状態で生クリームに紅茶の香りを移します。もしね、もっと紅茶の香りを出したいっていう場合は、紅茶のティーバッグをね、2つ使っていただくといいかなと思います。はい、30分経ちました。で、そうするとこのように少し色も変わってます。そしたらもう一度ね、こうよく混ぜて、紅茶の香りを生クリームにしっかりとつけていきます。水出し用のね、紅茶も売ってるので、そういったものを使うとより香りもつきやすいかなと思います。だいたい1分ぐらいね、よく混ぜました。それでは氷水にボウルを当てて、この中に残りの生クリームを入れます。で、必ずね、生クリームを泡立てるときはボウルに水滴などついてないかしっかりチェックしてください。で、そしてここにですね、こちら紅茶の茶葉を入れた生クリームをこしながら加えます。で、この時ね、こすと少しね、細かい茶葉が入るんですけど、この茶こしでやっていただくと口当たりにはね、差し支えないぐらいかなと思います。はい、そしてお砂糖を入れます。それでは生クリームを泡立てていきます。はい、このようにちょっと固めの角が立つぐらいまで泡立てれば OK です。それでは絞り袋を用意していただいて、口を切って、口金何でもいいです。今回私は丸い口金を使っていきます。こちらです。これを入れてはめ込んで、この中に生クリームを入れていきます。紅茶の生クリームの準備はこれで OK です。それでは生クリームを絞っていきます。まず竹串を用意してください。シフォンケーキの真ん中に竹串を刺してぐるぐるぐるーっと穴を開けます。空洞を作るイメージですね。こんな感じ。このように穴を開けてください。この開いた穴の部分に作った紅茶の生クリームを絞り入れます。むにゅむにゅむにゅーっと。はい、こんな感じ。このように絞ります。それではね、他も同じように穴を開けて絞っていきます。はい。で、そしたら最後ね、上に絞ります。はい。これで完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ね、こうやって口の部分がちょっと出るので、上にホイップを絞ってあげると可愛いかなと思います。はい。じゃあね、1個切りたいと思います。で、まずこちら剥がします。では、半分に切ります。はい、中身はこんな感じです。このようにたっぷり生クリームが入ってます。はい、これで紅茶の生クリームシフォンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後こちら分量外ですが、粉糖をかけました。こちらはお好みで OK です。断面を切ると中身はこんな感じになってます。こんな感じで生クリームもたっぷり入ってます。シフォンケーキもふわふわに仕上がりました。それではいただきたいと思います。ふわふわです。生クリームもたっぷり入ってます。
ではいただきます。おいしい。このシフォンケーキの部分は紅茶の香りがね結構強く出ているのですごく美味しいです。そしてふわふわです。食べきりサイズなのでもう1個ペロっていけちゃいますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の紅茶の生クリームシフォンケーキのポイントです。今回私が使ったのが8号サイズの紙カップになります。で、紙カップを使う場合は生地を入れるとカップがねビヨーンと広がってしまいますので、広がらない耐熱用のシリコンカップとか、あとは耐熱用のカップに入れて焼くようにしてください。で、もしこういった紙カップがない場合もココットとか、あとプリンカップとかね、耐熱のものを使っていただければ作ることができます。そして生地を作る時のポイントです。紅茶の香りをより出すために牛乳に紅茶の茶葉を入れて、その後電子レンジで少し温めてから粗熱を取って冷ましていただくと、より紅茶の香りが出てとても美味しいシフォンケーキに仕上がります。焼き時間に関してなんですけれども、お使いのオーブンによって焼き加減が変わってくるかなと思います。なので最低でも15分焼いていただいて、その後はね様子を見ながら調整してみてください。そして取り出した後はですね、少し高いところから 2,3 回落としてください。そうすることで一気に熱い蒸気が抜けて焼きしぼみを防ぐことができます。そして紅茶の生クリームのポイントです。今回はですね、冷たい生クリームに茶葉を入れて30分ほど茶葉を浸しました。それでもね結構香りがつくんですが、もっと香りを出したいなっていう場合は紅茶のティーバッグを2つ使ってみてください。手軽な材料で作ることができます。ふわふわでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は紅茶の生クリームシフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにはいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。